今回ご紹介するのは、感動 AI 散策、ジャガーノートアフターマスです。このモデルの SD1.5 系は、ジャガーノートファイナルで XL 系に移行し、終了と思われたのですが、アフターマスの名前で更新されました。また、マージ元に以前紹介したエピシーリアリズムやリアル系の有名なモデルが含まれているので、とてもリアルなイラストに仕上がります。ただし、特にクオリティプロンプトやネガティブプロンプトの少しの変化に大きく影響されたり、手が壊れやすいといった特徴があり、難易度が高いモデルでもあります。しかし、成功すると美しい仕上がりが期待できます。マージ元のいいところと悪いところを全部合わせたようなモデルです。では、始めます。作者による推奨設定が特にないため、個人的に検証した設定を挙げていきます。まず、サンプリングステップは30以上必要だと思います。次に、CFG は 5.5 を推奨します。他のリアル系モデル同様、1ガール等の指定方法は避けた方が良いと思います。ネガティブプロンプト用のエンベディングズは、この作者のオリジナル、ジャガーノートネガティブエンベディングが用意されているのですが、それは使わず、エピシーリアリズム用のエピシーネガティブの方が、より安定した仕上がりになります。ただし、エピシーネガティブもイラストの内容によって使い分けが必要になります。それと、モデルに加えて、コンフィグファイルも必要になるので、ダウンロードして、モデルと同じ場所に入れてください。VAE もおすすめのものがありますが、こちらは好みのものがある場合は、それを使っても大丈夫だと思います。また、実は他のモデルにはない特別な魅力があるのですが、それは後ほどご紹介します。これらの注意点を踏まえたイラストがこちらになります。このモデルでイラストが成功すると、映画のワンシーンのような美しい仕上がりになることが多いです。加えて、このようにアジア系のイラストも生成可能です。切り替えは、ジャパニーズやフレンチといった国名をプロンプトに入れるだけで変化が現れます。そして、いつもご紹介するフラットプラスアルファの技法や超リアルなイラスト生成法は合わないわけではないのですが、成功率は格段に下がる上に、それほどの効果が見られません。そのため、これらの手法は使わず、そのまま生成することをお勧めします。また、クオリティプロンプトの設定の調整については、かなり微妙なので、成功しやすい組み合わせのテンプレートを、あらかじめ説明欄のリンク先に掲載してあります。それを利用して、少しずつ変更して、自分の好みに合った表現にしてみてください。ちなみに、ネガティブプロンプトは、多く設定すると風合いを損なうようなので、最小に抑えてあります。さてここで、他のモデルにはない魅力をご紹介します。一つ目は、誰とは言いませんが、これを見ていただけるとわかる通り、名前を入れるだけで、海外セレブリティを表現しやすいことです。このイラストでは使用していませんが、セレブリティ系ローラともとても相性がいいです。二つ目は、動物や風景をとても魅力的に表現可能です。また、人物を生成するよりも簡単に生成可能です。加えて、動物や風景には、エピシーネガティブは使用しない方が良いイラストに仕上がります。動物はふわっとした可愛らしさを増幅したような表現に仕上がります。また、動物の体のバランスや精巧さも他のモデルと比べて高いと思います。風景はこのようにインパクトのあるものが生成されます。3つ目は架空のものやファンタジーのようなイラストが生成可能です。普通は
ローラを使わずに表現するのは結構難しい部分でも、他のモデルと比べてはるかに生成されやすいです。では最後に、生成したイラストを見ていきましょう。いかがでしたでしょうか？最近は、クオリティの高いモデルがどんどん制作されています。また、今回のように、モデルの性質を詳しく検証することで、素晴らしいイラストが生成可能になります。このシリーズでは、それらのモデルの特性を研究し、成果を公開することによって、多くの人が好みに合った高いクオリティのイラストを生成可能にすることを目指しています。興味のある方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。では、また来てくださいね。